序章。あなたは養分として飼育されている。警告します。もしあなたが真面目に働けばいつか報われるとか、お金よりも大切なものがあるといった学校の道徳の授業のようなざれ言を信じているなら今すぐこの動画を閉じてください。この動画は羊のように飼いならされたあなたの人生を根底から否定することになるからです。残酷な事実をお伝えしましょう。現代の資本主義社会は巨大な牧場です。そしてあなたはそこで労働力という名のミルクを絞り取られ死ぬまで税金という名の肉を提供し続けるただの家畜です。怒りましたか？それとも薄々気づいていましたか？多くの人は満員電車に揺られながら死んだ魚のような目でスマホを眺めこう考えています。なぜこんなに働いているのに生活が楽にならないのか。答えはシンプルです。この世界のルールブックは最初からあなたが豊かにならないように設計されているからです。胴元が絶対に勝つカジノ。それが資本主義です。プレイヤーとして参加している限りあなたは絶対に勝てません。かつ唯一の方法はカジノのオーナー側に回ること、あるいはディーラーの癖を見抜きイカ様のギリギリを攻めることです。今日は綺麗事は一切抜きにします。脳科学、進化心理学、そして経済合理性に基づいた極めて冷酷で、しかし最も確実に富裕層へと這い上がるための裏攻略本をあなたに授けます。これはあなたの脳に埋め込まれた貧乏人プログラムを強制的に書き換え、富を自動的に吸い上げるシステムを構築するための悪魔の講義です。準備はいいですか？鍵を開けます。もう元の牧場には戻れませんよ。第一章、脳のバグを修正せよ。まず絶望的な事実から始めましょう。生物学的に言って人間はお金持ちになれないようにできています。あなたの脳は富を築くことを邪魔するようにプログラムされているのです。私たちの先祖サバンナで暮らしていたホモ・サピエンスを想像してください。彼らにとっての最優先事項は何だったでしょうか？それは生き延びることです。明日食料が手に入るかわからない環境では目の前の獲物はすぐに食べエネルギーとして蓄えるのが正解でした。将来のために投資するなんて答えは飢え死ににして淘汰されたのです。この数百万年の進化の過程で私たちの DNA には現在バイアスという強力な呪いが刻み込まれました。これは将来の大きな利益よりも目の前の小さな快楽を優先してしまう心理的欠陥です。あなたは給料が入るとすぐに飲み会に行き、ブランド物を買い、あるいは意味のないスマホゲームに課金してしまう。それはあなたの意志が弱いからではありません。あなたの脳が今すぐ資源を消費しろ、明日は死ぬかもしれないぞと原始の叫びを上げているからです。さらに厄介なのが損失回避性です。ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンの研究によれば、人間は1万円得する喜びよりも1万円損する痛みを2倍以上強く感じます。これが何を意味するかわかりますか？貧乏な人ほどリスクを極端に恐れチャンスを見送るということです。投資は怖い。企業は失敗したら借金を背負う。そうやって恐怖に支配され毎月確実に減っていく寿命という資産を安月給と引き換えに切り売りし続ける。これこそが資本家が仕掛けた最大の罠です。彼らはあなたのこの生物学的な欠陥を熟知しています。だからこそ街中には誘惑的な広告が溢れ、テレビは不安を煽り、政治家は安心安全を連呼するのです。すべてはあなたを思考停止の消費マシーンとして牧場に留めておくためです。お金持ちになるためのファーストステップ、それは自分の脳をハックすることです。直感を信じてはいけません。あなたの直感はあなたを貧乏にするようにできています。今日から全ての判断において逆を言ってください。恐怖を感じたらそれは業のサインです。今すぐ楽になりたいと感じたらそれは罠です。自分自身を疑い DNA の命令に背くこと、これが人間をやめて資本家へと進化するための通過儀礼なのです。第2章、搾取の構造をハックする。マインドセットの次はこの世界の残酷なルール、すなわち数学的真実を直視しましょう。フランスの経済学者トマ・ピケティは膨大な歴史データを分析し、ある一つの不等式を導き出しました。それが R 大なり G です。この短い数式があなたの人生がなぜ苦しいのか、その全てを物語っています。R は資本収益率、つまり株や不動産を持っているだけで増えるお金のスピードです。G は経済成長率、これはあなたが汗水垂らして働く労働賃金の伸び率とほぼイコールです。ピケティが証明したのは、歴史上ほぼ常に R の伸び率は G の伸び率を上回るという事実です。わかりやすく言い換えましょう。あなたがどれだけ必死にスキルアップしようが、残業しようが、上司にこびへつらおうが、資産家がプールサイドで寝ている間に増えるお金のスピードには絶対に勝てないということです。労働者でいる限りあなたは永遠に高速道路を走るフェラーリを自転車で追いかけることになります。絶望しましたか？ですがここに裏口があります。この不等式が示唆しているのは労働をやめろということではありません。労働者としての自分とは別に資本家としての分身を持てということです。多くの人は稼いだお金を浪費に使います。これは自分の持っている R の種を食べてしまっているのと同じです。真の金持ち、あるいは金持ちになろうとする賢いサイコパスたちは稼いだ金を1円たりとも無駄にしません。彼らは金を兵隊だと考えています。戦場に送り出し、
敵から戦利品を奪い取ってくる兵隊です。給料が入ったらまずは兵隊を雇うこと、つまり株債券不動産あるいは自分のビジネスという資産を買うことです。生活費は兵隊を雇った残りカスで賄うのです。この順序を逆にするだけであなたは搾取される側からシステムを利用する側へと静かにしかし確実にシフトし始めます。しかしただ株を買えばいいという話ではありません。市場には素人をカモにするプロのハンターがうようよしています。そこで必要になるのが次の章でお話しする非対称性を利用した少しずるい勝ち方です。第3章市場の歪みを拾え。さて、マインドと数学的真実を理解したところで具体的な種線の作り方に移りましょう。ここで多くの貧乏人は間違いを犯します。もっと残業しよう、資格を取って給料を上げようと考えるのです。はっきり言います。それは無駄な努力です。なぜなら給料はあなたの労働の対価ではなくあなたが明日も働くために必要な最低限の維持費として計算されているからです。これを労働力の再生産コストと言います。雇われである異常構造的にあなたは止めないのです。ではどうすればいいのか。答えは一つ、市場の歪みを見つけることです。経済学では一物一貨の法則、つまり同じものの値段はどこでも同じになると教わります。しかし現実世界はそんなに綺麗ではありません。情報は偏り、人々の感情はバグだらけです。ここに富の源泉があります。これを専門用語でアービトラージ最低取引と呼びます。難しく考える必要はありません。要するに A 地点でゴミ同然に扱われているものを広い B 地点で宝物として欲しがっているやつに渡す。ただそれだけです。例えば地方のリサイクルショップで埃をかぶっている古いカメラ。店主にとってはただの中古品ですが、ネットの向こうのマニアにとっては喉から手が出るほど欲しいヴィンテージかもしれない。この価値の非対称性を利用して右から左へ流すだけであなたは労働せずして利ざやを抜くことができます。これは物品に限りません。情報やスキルも同じです。あなたが会社で当たり前のように使っている Excel のマクロ機能。それは IT 音痴の経営者からすれば魔法のような業務効率化ツールに見えるでしょう。あなたの当たり前は誰かにとっての高額商品なのです。金持ちになる人間はゼロから何かを生み出しているわけではありません。彼らは川の水が高いところから低いところへ流れるように価値あるものが評価されていない場所から高く評価される場所へ移動する。その流れの関所を作って通行料を取っているに過ぎないのです。時給で働くのをやめてください。自分の時間を切り売りするのではなく、この歪みを見つけ出しそこをつなぐパイプラインを作ること。最初は泥臭い転売でも動画編集でも構いません。重要なのは自分の労働力以外の商品を持つこと。これが資本家側へ回るための入場チケットです。覚えておいてください。ビジネスとは困っている誰かの悩みを解決することではありません。ビジネスとは市場の価格差というバグを見つけ出し、それが修正されるまでの間に利益を抜き取るゲームのことです。第4章、国家のバグを利用せよ。種線を作り始めたあなたに次に襲いかかる最強の敵。それが税金です。日本という国において無知は罪であり罰金刑です。その罰金のことを世間では税金と呼びます。サラリーマンの給与明細を見てください。所得税、住民税、社会保険料、これらはあなたが給料を手にする前に国が勝手に抜き取っていきます。これを源泉徴収と言います。国にとってこれほど便利な集金システムはありません。あなたが使えるのは国が食事を済ませた後の残飯だけです。しかしこのルールには抜け穴があります。それが法人化です。多くの人は会社を作るというと立派なオフィスや従業員が必要だと思います。それが間違いです。あなたは自分一人だけの会社、いわゆるマイクロ法人を作るべきなのです。なぜか、それは法人が現代社会における最強の節税装置だからです。個人の場合、稼いだお金から税金を取られ残ったお金で生活費を払います。しかし法人は違います。稼いだお金から経費を支払い、その残った利益に対して税金がかかるのです。この順序の違いが生涯で数千万円あるいは億単位の差を生みます。家賃、車、通信費、旅費、果ては飲み代まで。事業に関連性さえあればこれらは全て経費として課税される前の売上から差し引くことができます。つまり税金を払う前のお金で豊かな生活を送ることができるのです。これは脱税ではありません。国が定めたルール法律という名のソースコードに書かれた仕様です。政治家や富裕層はこの仕様をフル活用して資産を守っています。彼らが増税を叫んでも痛くも痒くもないのは、彼らは個人ではなく法人という財布で生きているからです。マイクロ法人を設立し、サラリーマンとしての給与所得と法人としての事業所得を使い分ける。社会保険料を極限まで圧縮してドルを最大化する。これこそが現代日本における黄金の羽を拾う行為です。真面目に納税して国に貢献したいなら止めません。しかしもしあなたが自分と家族の自由を守りたいのなら、国家という巨大なシステムに対してハッカーのような視点を持ってください。知識は武器であり盾です。この盾を持たぬ者は戦場に裸で突撃する歩兵と同じ、死ぬまで搾取され続ける運命にあるのです。難しそうだと思いましたか？その感情こそが国が仕掛けた洗脳です。手続きは驚くほど簡単でコストも安い。ただ誰も学校で教えてくれなかっただけです。なぜなら羊が賢くなって柵から逃げ出したら牧場主が困るからです。第5章、孤独な王になれ。マインドを変え。
種線を作り法人の鎧で守る。ここまで来ればあなたはもう労働者ではありません。しかしここからが本当の地獄であり天国への入り口です。最後の仕上げ、それは時間のレバレッジをかけることです。アインシュタインは言いました。福利は人類最大の発明であると。しかしこの言葉の本当の恐ろしさを理解している人は稀です。福利とは単にお金が増えることではありません。ある地点を超えた瞬間、物理法則が壊れたかのように富が爆発的に膨れ上がる得意点が存在するということです。最初の数年は変化を感じないでしょう。友人がボーナスで海外旅行に行き結婚式で散財している間、あなたはひたすら地味な作業を続け、稼いだ金を全額再投資に回す。本当にこれでいいのかと不安になる夜もあるはずです。ですがここで止めてはいけません。グラフは直線ではなく指数関数を描きます。ある日突然あなたの資産が生み出す利益があなたの生活費を上回る日が来ます。これを経済的脱出速度と言います。この速度に達した瞬間重力は消滅します。もはや生活のために働く必要はありません。金が金を生み、その子供がまた金を生む。あなたはただそのシステムをメンテナンスするだけの操縦者になるのです。しかし警告しておきます。この段階に進むと強烈な副作用が襲います。孤独です。かつての友人たちとは話が合わなくなります。彼らが上司の悪口やパチンコの話で盛り上がっている時、あなたは法人税のスキームや次の投資先について考えているからです。あなたは彼らにとって宇宙人であり、彼らはあなたにとって過去の遺物に見えるでしょう。群れから離れることは生物として強烈な恐怖を伴います。しかし思い出してください。ライオンは群れません。群れるのはいつだって食われる側の羊だけです。富裕層になるということは高い塔の頂上に一人で立つということです。風は冷たく足場は狭い。ですがそこから見える景色は羊の群れの中にいては一生見ることのできない圧倒的な自由の世界です。その孤独を愛せるかどうかが最後の試練なのです。エンディング、赤い薬を飲む覚悟はあるか。講義は以上です。今あなたの手の中には2つの選択肢があります。一つはこの動画の内容を全て忘れ青い薬を飲むこと。明日また満員電車に揺られいつか誰かが助けてくれるという甘い夢を見ながら安らかな家畜として一生を終える道です。多くの人にとってそれはある意味で幸せな人生かもしれません。もう一つは赤い薬を飲むこと。今日手に入れた知識という武器を取り、資本主義という荒野へ足を踏み出す道です。そこには保証もなければ同情もありません。あるのは自己責任という名の自由だけです。もしあなたが赤い薬を選ぶ側の人間、すなわちこれからの時代を支配する悪魔的な少数派であるなら今すぐ行動してください。まずはこの動画のコメント欄にあなたの決意を書き込んでください。私は労働者を辞める。私は搾取のシステムから抜け出す。言葉にすることで脳の書き換えは完了します。そしてチャンネル登録をして次の講義を待ってください。ここでは学校や会社では絶対に教えられないこの世界の裏攻略ルートだけを配信し続けます。扉は開かれました。鎖を断ち切るか繋がれたままでいるか決めるのはあなた自身です。ようこそこちらの世界へ。ご視聴ありがとうございました。